空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は6月1日月曜日でございます。ということで6月入りました。いよいよ梅雨ですね。はい、ということで早いもんですね。もう半年経っちゃったっていうことですね。はい、早いもんだ。はい、ということでね、今日もピーカンでございます。晴天でございます。実はねちょっとね私ね、非常に頭にくることがございまして、非常に怒っております。はい、もう頭きてしょうがないんですございますよ本当に。はい、それは何かと言いますとですね、ちょっと午後ご説明させていただきます。はい、この後ね、動画見ていただければ、多分それがわかると思います。いやもう腹渡煮え繰り返ましてですね、もう頭きてしょうがないんでございますよ本当にね。ということで後で説明いたします。はい、ということで今日も頑張っていきたいんですが、最近ねいろいろ、地元の方とねお話しする機会が増えまして、はい、全体的に思うことなんでございますが、これ日本中どこでもそうだと思うんですけども、皆さんね、お金を稼ごうとしていないっていうことが、根本原因じゃないかなと思います。景気形態の、理由がですね、お金を稼ぐことをしていないと。でこう言うとね大体批判出てくると思うんですよ。俺はもう金稼いでると。金を稼ぐというのが誰か人から与えられているということではなくてですね、自らが、稼ぐことをやっているかやっていないかだと思うんですよ。いわゆるサラリーマンとかね公務員の方は、自動的にね、お給料っていうのが入ってきます。これはね稼いでるっていうわけではないんですよね。このシステムが始まったのは公務員は別としても、サラリーマンが増えたのはここ50年70年100年、単位で、始まったわけでございますね。それまでは、いわゆる自営業者っていうのが非常に、多くてですね、江戸時代、明治大正とね、自営業者がほとんど多かったわけでございます。はい、ですのでね、サラリーマンになって、私は稼いでるよという方はですね、実は今非常に危険なんでございます。はい、それがなくなっちゃった場合ね、自分で生きる力がないわけでございますね。で稼ぐということは自らの力で稼ぎ出すと、生きる力をつけると、そういうことなんでございますので、そもそも皆さんね、稼ぎたいと思っていないという事実にちょっと私はびっくりいたしました。はい、で何をやっていいかわからないという、事実にもびっくりいたしました。はい、自らが、目標を持っていないというかね、こうなるんだとやるぞという気迫が、ほとんどないというのにびっくりいたしました。はい、ですのでねまずはね皆さんね自ら自分の力で生きる力をつけるということを、目標にですね、金を稼ぐんだ、仕事をやるんだとかね、まずは決めてください。はい、そして決めるとですね、前から言ってますけどバーダーマインホフ現象っていうのがありましてね、その情報がどんどん見えるようになってきます。はい、周りから情報が来るんじゃなくて、なんですかね、チャンスが来るんではなくて自らが、意識をすると考える思考する、意識をする。そうすると、自らがその情報を拾い集めるようになりますんでね、まずは、目標を持つ、意識する、金を稼ぐんだっていうね、まずその気持ちがないとですね、始まらないわけでございます。はい、
ですのでね、皆さんまずは意識を持つように、諦めちゃダメです。はい。無限の可能性がありますんでね、いや俺は無理だよ、私はダメだよ、何やっても無理だよって思ってる方も、意識を変えた瞬間にですね、とんでもない力が出てくることがございますんでね、はい、まず意識を変えてみてくださいということで、今日もですね、リサイクルショップからお届けします。よろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、またね、こちらレコード版、ヤスリがけやっていきたいと思います。まあね、根気がいる作業でございますよ。本当にただひたすら削ると、まあそういうことでございますんでね。はい、まあこういうねコツコツやるということが、できるようになりますとですね、まあいろんなところで応用が効いてきます。このコツコツやって結果が出た時のですね、まあ何ていうんですかね、ドーパミンみたいなもんですかねが出て、それをね感じれるようになるとですね、ますます努力したくなりますんでね、はい、ぜひ皆さんもね、やってみてください。はい、ということでね、ちょっと今日はこの辺で勘弁してあげようと思います。また次回ね、ヤスリゴキゴキやっていきます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、午前中またいろんなお客さん来まして、はい、くっちゃべって帰った人もいます。はい、ということでね、まあ最近はね、いろんな知り合いの方も来るようになりまして、お店行ってもですね、寂しくないというかね、もうこんなお昼になっちゃったんでやばいって感じで今、やっておりますが、今日はまた帰って、農業×AI、ノードレッドラズベリーパイ×ノードレッドプラスコーデックということで、ちょっとね今日は、暑いですけどもやっていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますということで、ドローンいたします。ドローンはい、ということでね、午後からフッツラボに帰ってまいりましたということで、今日も農業×AI ラズベリーパイ×ノードレッドプラスコーデックということでね、いよいよ、ぶっ壊れましたラズベリーパイがですね、復活いたしました。はい、でなんとかね、元の状態に戻ったんですが、起こってることがあります。私、はい、もう腹渡が煮えくり返りましてですね、はい、それは何かと言いますとですね、はい、今からお知らせしますんでよろしくお願いします。人月。それではね、ビニールハウスにやってまいりました。何に起こってるかと言いますとですね、こちらでございます。はい、ココシートの上にね苗を乗せておるんでございますが、風が吹くとですね、このように、ドミノ倒しのように、落ちてしまいます。そしてね、これをね毎回、こうやって戻していくわけでございますよ。まあこれはね、はっきり言ってね苗にいいわけがないですよね。
ということで、この男はですね、ない頭で一生懸命考えました。これをねどうしたらいいんだろうということで、ちょっとね釘をね刺してみたりしたんですが、結果ダメと一緒ということで、じゃーん、こちらを買いました。これね防草シートを貼る杭なんですが、高さ、20センチ。これをですね、あっちこれをですね、ここの下のね、ガターの部分まで、差し込めばですね、大丈夫ではないかということで、ちょっとねこれでやっていきたいと思います。よいしょ。はい、これでね、動きませんのでね、これを全部ね、今日はやっていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで、ピンをね打ち込みました。そして冠水チューブをね、設置しました。これだとね、多少風吹いてもね倒れることはないんで、これをね全部、やっていきたいと思います。はい、そうしましたらですね、杭ね、全部打ちましたんで、今度はねこの天井まで上がる、なんとかロープ、よいしょ、3ラインをね、各苗ごとに、設置していきたいと思います。ということで、ね、3ライン、これをね、1本ずつ苗分設置していきたいと思います。これね、どっち全然映ってないじゃん。これねちょっとね、後々こうずらしていきますんでね、ちょっと余裕を持たしてよいしょ、よいしょっと。そしてこのねクリップがですね、ここでね、ロープを引っ掛けて、そしてここに苗をね引っ掛けられるんで、高さが変わってもですね、こうやって調整ができるという優れもんでございますよ。でこの辺で切っちゃいます。はい、じゃあね今度はね、ナスの方のね、ラインを引っ張っていきたいと思います。ということで、ナスはねなかなか元気なんですよ。ただね、実を言うとですね、もうどっかこれね実がついてるんですよ。でも露地栽培の方がなんか後で見せますけど、成長が早いような気がいたします。ということでね、全部紐をねぶら下げました。
見えねえかな、紐だからな。全部ね、こちらトマト、そしてこちらきゅうり、全部ね紐を通しました。ということでね、ちょっと露地栽培の方と比較してみましょうか。こちらがねトマトの苗でございます。そしてこちらがきゅうりの苗でございます。はい、こちらがね、畑の方、見てください。これもうねアイコですけど実がなってまして、こんな感じ。アイコで、こっちが桃太郎なんですがね、苗の高さ全然違いますよね。でこっちはきゅうりはもう花が咲いてね、はい、こんな感じでもうだいぶ育ってまいりました。どんどんね上に引っ張りになってきます。もうこっちの方がなんかすごいめっちゃ元気ですよね。やっぱり水が足らなかったかな。ずっと水あげてなかったからな。そしてねこちらが、トマトでございますよね。全然もう大きさが違うでしょ。50センチぐらいになってるのかな、30センチぐらいかな。ということでトマトじゃねえや、ナスです。ごめんなさい、ナスも元気でございます。はい、じゃあね、ついでに草むしりしていきますよ。はい、じゃあね、ついでにこちらがね一番最初植えたじゃがいもで、その後ね北あかりのじゃがいも、これがねもうそろそろしおれてきてるんで、これ多分もう、取ってもいい時期だと思います。でこれすんごい草、よいしょよいしょ。こっちがね玉ねぎがねだいぶ大きくなってまいりましたね。はい。でここがねほうれん草だったんですけど、もうほうれん草はねほぼあとこれだけで、これがチンゲン菜なんですけど、チンゲン菜もねほぼないんですが、もうこうやってね、花が咲いてきちゃってるんでね、もうこれも終わりですね。でこっちがね1ヶ月遅れで植えたじゃがいも、はい、こちらはねまだ多分全然だと思います。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。U 字杭をね打ちまして、映んないかもしれないけど、ビニール紐を全部ね、トマトもきゅうりも、上からね縛りました。ということで以上になります。はい、それではねこちらがですねマリーゴールド、金蓮花、そしてなんだなんちゃら、もう種をまきました。なんちゃらいわゆるエディブルフラワーですね。はい、食べられるお花ということで、今ねやっと芽が出てまいりました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はですね、もう非常に頭きてしょうがなかったんですけどね、まあ何が頭きたかと言いますとですね、有液栽培で、苗をね、ココシートに乗せて、で有液チューブでね、完璧に揃えたんですが、風が吹くと一瞬でバンって倒れるとでそれがですね1個倒れると連鎖的にチューブでつながってますからね、バタバタっとドミノ倒しになっていくと。でそれがね1回や2回ならいいんですけど、はい、もうすでに20回30回やってましてですね、で、風が強いとですね一回戻してもですねまた5分後には倒れてるというような形で、多分それが原因で苗がちっちゃいんじゃないかなと、成長が遅いんじゃないかなっていう気もしないでもないですけども、一応杭を打ちましたんでね、これから多分
大丈夫なんじゃないかななんて思っちゃっております。ということでね、今日は、溶液栽培の苗が倒れることにプンプンということで怒ってました。はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。人月あっちー連れて帰ってよ。ずっと待ってたんだ。かわいいね。ありがとう。